これ開けても大丈夫ですか？あ、今大丈夫です。見た目おしゃれで、こっからちょうどこう砂時計みたいにこう下に、だからここはもうあり地獄みたいになってますね。で、これで上で燃えて、はい、パラパラ落ちてますよね。で、落ちていくと次のがこう送られていく、そういう仕組みなんですね。砂時計ですね。で、ここで燃えますね。で、そこへね、着火剤を挟むんですよ。ここで燃えてるんですか？そう、そう、下じゃなくて。そう、今燃えてますよね。で、ペレットが燃えてるとこね。あ、ここですか？はい。で、ここにこれネットがあるんですよ。あ、これネット？ね。はい。で、そのネットの目より小さくなったやつはここで落ちて、ここで燃えるんですよ。はいはいはい。で、上下で燃えてる形になるんですけど、点火の場合はあそこの隙間に着火剤、はい、いわゆる普通の、そう、なんか別に着火剤とか牛乳パック、ああ、はい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 、まあこういうものを挟んでるんですよ。これはもう実はおがくずで作った着火剤なんですけど、はいはいはい、一カップはいはい、あれをこう挟みます。で、ここに火つけるんですよ。そしたらもうそれでついちゃうんですよ。で、慣れてくるとこういう牛乳パックとかね、これ結構もう燃焼する。焚き付けにはいい材料なんですよね。まあ着火剤が楽そうですね。これができるようになったら最高でしょうけど。そうですね。ゴミがまた減る。で、こうもうペレットもうすぐ終わるねみたいな時にこうやってくれちゃうんですよ。はいはいはい。そうするとまたこれに火がついて、ちょっと火力楽しいねー。なんか食べていろんなもんここで。でこれ一つで何平米くらいのお部屋って思うんですかね。畳数でいうとやっぱり40畳から50畳ぐらいは対応します。40畳から50畳。はいはい。まっすぐですね。まっすぐだと思います。で、2階がちょうどここのちょうどここが吹き抜けになります。ここずっとここそのままはいはい。カウンターがあってこっちに長テーブルがあるんですね。でこの奥に子供たちのキッズルームみたいなのがある。やっぱり子供たちがこういたら危ないですよね。なんだかんだ何か。基本はまあちょっとここにフェンスのサークルがあるんですけど、ああいったもので使用を基本的に覆う。はいはいはい。10キロ。1袋半入るんですね。それでまあうまく使うとやっぱ10時間ぐらい持っちゃうんですよ。でその間手かからない。でどうしても薪だともう30分ごとにちょっと1本ずつこれでとか、湿気ある時なんで火つけるのも大変じゃないですか、薪とか。煙もね、逆流って言ってほら店内室内にね戻ってくる炊き方が悪いとね。はいはい。ペレットってそういうことはなりにくいですか？安定する。だからもう女性でもまあ今よく言うの女性でもお年寄りでも簡単につけれる。着火も楽なんですよ。はいはいはい。で灰の量が薪ストーブに比べると6分の1か7分の1。はいはいはい。だからこの取り出しももう2週間に1回ぐらい。ああ本当ですか。ここに溜まるんですけど、溜めるんですけど。あはい。もうそれぐらいでいいですよ。あ、しかも手で触れるくらい。そう、ここらはね。ここらはね。で実際まあこのトレイは例えばちょっとした調理、例えば焼きりんごとか焼き芋とかそういったのもできるし。この中に。そうですそうです。でちっちゃめだったらダッチとかでもね突っ込んでいただくとちょうど上下からこう加熱してくれるんですよ。だからこれ上のペレットもいるんですよね。で下は大きいがほらあれずっと燃えるんですよ。だから
結構いい。あの下に置く感じですか？この間にね、間に。だからサイズがちょっと限定的ですからね。まあ確かによくでかいやつだとちょっと辛いですけど、そういうのもね結構使いやすい。まあ面白いっていうか。本当に茶畑だ。いわゆるペレットストーブは電気仕掛けのファンヒーターですね。要は、燃料が灯油からこういうペレットっていうのがあったっていうイメージなんですけど、これは方式としてはもう薪ストーブと同じなんですね。ちゃんと煙突を設けて排気させる力を埋めることでこれを燃やせるっていう仕組みになっているので、仕組みとしては薪ストーブに近い燃え方をします。4キロぐらいこの筒状になってて、大体3時間ってカタログ表記してますけど、大体 2.5 時間ぐらいですね。こっちは貸さないので、燃え尽きまで1回きり連続してやる場合は間30分ぐらい空けて、要は火種が残ってると燃焼が変わってしまうので、これでも溜めて上から燃やすっていう方式なので、下に火種がない状態になれば追加でもう一回できるっていうような。ここにもう全部ペットが溜まってる状態なんですね。その 4キロがあって、それが全部燃え尽きたら、そうですね。そういうことか。これが蓄熱してくれるので、熱源としては2時間半で燃え尽きたとしても、そこから後もほんわか暖かい感じですよね。スッスがついたとしても掃除の回数も多分そんなにないんじゃないかと。薪ストーブほどないんじゃないかと。で中もそんなにやることないですね。日常もそんなにもうきれいに拭いて終わりぐらいの感じ。そうですね。ペンターとかここにストーブを置くんですよ。なるほど。なのであんまり危険なようだったらいろいろもちろんこれも覆わなきゃいけないんでしょうけど、なんかこれそんなに危険っぽくないなって今ちょっと思ってて、そのもののメーカーの指定ではいくつ話しなさいっていうのがありますけど、それはそこまではいかないと思いますね。さっきの距離感は全然何もいらないですから、あとは触ってっていうところを考えてちょっとだけサークルをやった方がいいですね。いやこのくるくる回ってるよ。これ綺麗。ちょっとこれでだんだん強くなってきたので、大体全体についた状態ですね。めちゃめちゃでそれで絞ると、ここで抵抗かけてあげればスピードが変わるんですね。今すごい強い力で引っ張られてるというか上に上がってるので抵抗かけて、で空気がたくさん入ってる状態なので少しだけこう
調節してあげるような。そこで今何をされちゃったこれは空気の量が本当だ。はいはい。これこうすると、まあ揺らめく炎がこうなるんですけど、酸素が少ない状態になっちゃうので、あんまり絞れないんですよね。やっぱりこのくらい上に立ってるくらいがで今全開なんで、多分半分ぐらいじゃない。了解です。いや、かっこいいな。でこれでもうほっとくだけなんで、あとは長野の森林組合で作ってるペレットがいいらしいです。